未だ止むことのない自爆テロ事件。そこにはこんなキーワードが。イスラム系武装勢力が犯行に関与したとの見方を強め、イスラム武装勢力、イスラム過激派組織アルシャバーブが犯行声明を出しています。イスラム過激派、イスラム原理主義組織ハマスが運営するイスラム原理主義。ニュースに出てくるイスラム原理主義、イスラム過激派、イスラム武装勢力、これらの違い分かりますか？実は宗教を知ればこのニュースの謎が見えてきます。この後池上彰徹底解説、イスラム原理主義。続いてはテロに関するニュースです。去年の5月2日、イスラム過激派アルカイダの指導者であるウサマ・ビンラディン容疑者殺害されましたよね。ただ現在もテロは終わっていないということなんです。こちらをご覧ください。イスラム原理主義、イスラム過激派、イスラム武装勢力、こういった言葉がテロのニュースの時にしばしば皆さん耳にされるかと思うんですが、この違い分かりますか？一緒なんじゃないんですか。みんなテロ組織とかっていう。原理主義っていうものがね、イスラム教以外をもう認めないとか、そういう意味なのかなとかと思ってたことあるんですけど、自爆テロとかもテロを仕掛ける人とか、そういう風なちょっと怖いイメージしかないんですけど。そうなんですよね。どうしてこの言葉がそういった怖い印象になってしまったのかっていうのを池上さんに聞いてみたいと思います。はい、これはね、ごっちゃになって使われているんですが、実は上のイスラム原理主義と下の2つは全く違うもの、異なるものと考えてください。はい、こちらもちろんね、それこそ自爆テロをやったりいろいろ人を殺したりしますでしょ。イスラム原理主義はそもそもそういうものじゃないんですよ。どういうことかと言いますと、こちらイスラム原理主義というのはもともとですね、イスラム復興運動、つまりだんだん近代化が進んでですね、例えば女性が髪の毛を隠さないようになったとか、ね、こう肌を見せるようになったりした、そういう風潮を見た人たちが、いやイスラムの良き伝統に戻るべきではないか、伝統的なイスラムの教えに戻ろうではないかで、イスラムの復興運動というのを始めたんですね。でこうイスラムの教えを広めたり、あるいは貧しい人たちを助けたり、医療を施したりという、こう言ってみればボランティアの運動も含めてのイスラム復興運動というのを始めたんですね。それをですね、キリスト教系の学者が原理主義って名付けたんですよ。と言いますのも、キリスト教原理主義というのがあるんですね。キリスト教原理主義ってアメリカに結構多いんですけど、聖書に書いてあることは一字一句全て正しいことだと。だから人間は神様によって作られたですから、そもそも進化論などは間違いだということですよね。ノアの箱舟の洪水はあったことだと、全て信じている人たちのことをキリスト教原理主義と呼んだんですね。この発想でイスラム復興運動のことをイスラム原理主義と名前を付けちゃったと。こうキリスト教的なものの見方なんですね。だから本当は原理主義ではなくて、伝統的なイスラムの教えに戻ろうとする考え、平和的な運動がイスラム原理主義なんです。ところがこの運動の中に、この理想のためならば武力を使っても、あるいはテロをやっても構わないと考える一握りの過激派が出てくるわけですよ。そういう人たちがイスラム原理主義過激派と呼ばれるようになったもんですから、なんとなく原理主義そのものが過激な人たちという誤解が生まれたと。そういう思ってたね。思ってました。はい。違うんだ。過激派がつくつかないで全く違うものだということですよね。そうなんですね。でこのイスラム原理主義というのは、言ってみればイスラムの伝統に戻ろう、本当のこう敬虔な昔ながらのイスラムの生活様式に戻ろうじゃないかという運動の一つなんですね。でそういう伝統的なイスラムを守り続けている敬虔なイスラム教徒の国というのがあります。それが中東のサウジアラビアなんですね。はい、このサウジアラビアに今回池上さん、はい、そしてはるかさんと一緒に行かれたんですよね。はい、そうです。
ものすごい見たことのない、日本も私スイス育ちなんですけど、ヨーロッパでも見たことのない光景だらけでびっくりしました。でサウジアラビアは原則としてイスラム教徒以外の人はなかなか入りづらい国なんですね。でましてジャーナリズムがテレビのカメラが入るということも非常に稀なんですが、今回特別な許可が出てですね、ここに行くことができたんですね。さあそれではめったに見られない貴重な映像をご覧ください。日本から西へ8700キロ、中東の石油の国サウジアラビア。今回一緒にリポートするのはハルカ・クリスティーン。さあ私たちは中東の国サウジアラビアにやってきました、はい、首都リヤドのホテルの一室から外を見ているんですけれどもね、はい、高層ビルの建築が進んでますでしょ。そうですね。ねえ、サウジアラビアというのはですね、はい、海外の人がなかなか入りにくい国なんですね、はい、とりわけそのメディア、報道陣が入るのは大変難しいところなんですが、今回特別に許可が出てですね、私たちはここに来ることができたんですね。わざわざなぜホテルから始まるんですか今。そうですよね、疑問に思いますよね。なんか観光地みたいなところで始めてもいいと思うんですけど、そうしたいところなんですが、はい、はるかさんがこの格好で画面に出られるのはここだけなんですよ。なるほど。外に行きますと、はい、サウジアラビアの女性たちってみんなアバヤという黒いマントのようなものを着てですね、髪の毛を隠してさらに顔も隠している人たちも大勢いるんですね。はるかさんももし外へ出る場合はその格好をしなければいけないんですよ。サウジアラビアは非常に厳格なイスラム教の国で、はい、外国の人あるいは異教徒の人もそういう格好をしてくださいということになってるんですね。厳しいですね、いきなり。そうですね。かつて砂漠だった場所に作られたサウジアラビアの首都リヤド。油田発見以来発展を続けています。日本ではあまり知られていない厳格なイスラム教徒の暮らしとはどんなものなのでしょうか。さあリヤドのオールドタウン、古い街並みにやってきたんですが、はるかさん、はい、似合いますよ。ありがとうございます。なんかすっかりサウジアラビア人になった気分です。そうですね、こういう格好でないと街を歩けないんですよね。街歩いてて女性が全く見当たらないぐらい、本当に、はい、あそこに一人、はい、全身を覆ってる感じ、あれ女性ですかね。ああ、ちょっと一人あそこにいますね。目ぐらいしか出てないぐらいの格好してますけど、はい、そうですね。でほら、ここは一人じゃないでしょ。あと家族を連れて歩いてますよね。女性はね、はい、守るべき大事な存在なので一人で街を歩くっていうことが認められていないんですよ。外出する時には家族の男性と一緒、あるいは車の運転は危険なので認められていないので、ドライバーさんと一緒に出る。女性の運転は認められていないんですよ。去年9月には車を運転していた女性にむち打ち10回の判決が下ったというニュースが伝えられました。後に国王の温情措置によって判決は取り消されたものの、車の運転は認められませんでした。でもちろん女性の中にはね、はい、女性だって運転を認めるべきだと、そういう主張をしている人たちもいます。そういう意味ではサウジアラビアも少しずつ変わりつつありますけれども、はい、基本的には女性は守るべきものだから運転なんかしちゃダメだねと、こういうことなんです。女性の服装や車の運転など、私たちから見れば厳しい決まりがあるサウジアラビア。そもそもイスラム教とはどんな宗教なのでしょうか。イスラム教ってよく、ね、言いますけれども、イスラームというのはですね、神に帰依するという意味なんですね。意味があるんですね。はい、帰依というのは、はい、全てを委ねるという意味ですね。私たち人間が神様に全て身も心も委ねること、はい、これがイスラムということなんですね。なるほど。こちらイスラム教の分布なんですが、いわゆるイスラム教徒の、はい、人数というのはですね、正確な数は分かっていないですが、今どんどんイスラム教徒の数増えてますので、いずれはですねキリスト教を抜いて世界で最大の宗教になるだろうと言われていますね。サウジアラビアの国旗を見ても、ここが厳格なイスラム教の国だということがわかるといいます。
あそこに何て書いてあるのかと、アラビア語でですね、右から左にですね、ここに「アラーの他に神はなし、ムハンマドは神の使となり」と書いてあるんですね。使徒っていうのは神のお使い、神様の言葉を聞いたお使いという意味ですね。これがね、イスラム教徒の信仰告白といって、イスラム教徒は必ずこれを言わなければいけないよという言葉なんですね。サウジアラビアはイスラム教の国なんだよということを宣言していると。なるほど。その厳格さを見に行ってみましょう。イスラムの世界では女性が髪の毛などを隠すのは誘惑に弱い男性をむやみに刺激しないようにするためと言われています。そのため家族以外の人の前では隠すことになっているのです。中には顔全てを覆っている人が。何も見えないじゃないですか、あれは。いや、外側から見えませんけど、内側からよく見えるんですよ。これでちょっと覆ってみてください。ほら、見えるでしょ。見えるんだ。私はバッチリ見えますよ。そうでしょ。私は見えてないんですか。顔全然わかりませんよ。すごい。普通に歩けますよ、このまんま。そうでしょ。ただこのまま誰だかわかんないので撮ってもいいですかね。まあいいんですけど、つまりサウジの女性よくそういう格好をしてるのは、そうしてると中からちゃんと見えるんですよ。ああ、全然、じゃあ本当にもうただ自分を隠すため、自分を守るためにつけてるっていう、続いて2人が向かったのは、あれ、池上さんの横に突然男性が。しかも2人の手元にご注目。池上さんなんとぎゅっと手を握っています。実はこの方、私たち取材班の撮影に立ち会っているサウジアラビアのお役人。ラブじゃないですか。ラブじゃないですか。男同士手をつなぐのがごく普通ですから。はい。変な意味はないんですよ。本当に変な意味で。これ、アラブの男性の親愛の証なんです。あ、聞こえます？なんかちょっとこれなんか叫んでる人の声みたいなのが、これがアザーンと言ってですね、はい、ほらお祈りの時間ですよとみんなに呼びかけてるんです。でこうやってお祈りの時間になりますと、皆さんお祈りに行かなければいけないので店を閉めるんですよ。ほらシャッター閉めたでしょ。お祈りの時間には店を閉めなければいけないんですよ。1日に5回お祈りの時間がありますから、今日これは4回目のお祈りの時間ですね。毎回お店を閉める。はい。これ閉めて皆さんはどうするんですか？この近くのモスクにお祈りに行くんです。この声はどこからするんですか？ここ例えばあそこにモスクがありますでしょ。はい。あそこにスピーカーがあるでしょ。本当だ、スピーカーがいっぱいついてますね。あそこから流れてます。1日5回のお祈りの時間には街中のモスクからこのアザーンが流れるのです。商店街だけでなく、お祈りの時間はスーパーマーケットも営業を一旦ストップします。ここ24時間営業のスーパーマーケットなんですけど、はい、ほら今お祈りの時間になっちゃったもんだから、はい、お客さんがみんないなくなったでしょ。誰もいないですね。でほらここテレビ売り場でしょ。はい、テレビの画面見てください。全部同じのが流れてますけど、はい、これはメッカのカーバ神殿の今の生中継の映像ですね。イスラム教の聖地のメッカですね。はい、このメッカというのはもともとムハンマドが神様の声を聞いた場所です。はい、イスラム教が始まった場所なるほどなんですね。はい、そしてそこにはこれカーバ神殿という神殿がありまして、毎年大勢の信者がここに巡礼にやってくるんですね。イスラム教のもう一つの聖地メディナのモスクからも生中継されます。お祈りの時間は国内のテレビ局は全てその様子を映し出すことになっているのです。イスラム教の礼拝堂モスクはどんなところなのでしょうか。イスラム教徒がお祈りを捧げるモスクというのがじゃあどんなものなのか、なかなか中には入れないんですが、特別な許可をいただいてですね、
るところまで入ってみようと思うんですね。お祈りの時間になると続々と信者が集まってきます。男性の池上さんだけ特別に中に入ることが許されました。では靴を脱いで中に入ってみましょう。神聖な時間、女性は男性のお祈りの場へは入れません。いよいよお祈りが始まりました。イマームと言われるイスラムについては非常に詳しい人が言ってみれば信者みんなを先導するんですね。キリスト教では神父さんや牧師さんがいます。イスラム教ではそういう立場の人はいないんですけれども、信者を導く人が、見てですね、その人のこの言葉によって皆さんお祈りをするわけですね。そしてどちらの方角に向かってお祈りをするのか、それはメッカなんですね。イスラム教のカーバ神殿のあるメッカの方角に向かってお祈りをします。でそのメッカの方角を示すのがあそこの真正面にあるくぼみですね。壁にあるくぼみ、あれをミフラーブと言います。あちらがメッカの方角だよということを示しているんです。ですから皆さんくぼみの方に向かってお祈りをしているわけですね。ここでお祈りが終わった後、はるかさんもモスクの中に入ることが許されました。入れた。お寺に入った時と同じ気持ちでなんか神聖な気持ちになりますね。なりますよね。1日5回のお祈りを欠かさない敬虔なイスラム教徒。しかしなぜ自爆テロを起こす人がいるのでしょう。実は自爆テロを意味すると思われているジハードという言葉、そこに大きな誤解が。ジハードってね、聖戦、聖なる戦いって日本語だと訳されるんですよ。よくイスラムの過激派が例えばテロを起こしたりするときにこれをジハードだと、ジハード団なんて名乗ってる連中がいるんですね。なんかね、イスラムの人たちってジハードというなんか聖戦、怖い戦いをするというふうに思ってる日本人多いんですけど、もともとジハードというのはイスラムの教えを守るための努力という意味なんですね。なるほど。でもそのような怖いイメージになるのは何でなんですか。それは例えば自分たちの土地によそ者が攻めてきた時、侵略を受けた時にイスラムの教えを守るために戦う、つまり自衛のための戦う、これもジハードという言い方をするんですよ。外国の軍隊が攻めてきた時にそれを守るための戦いに立ち上がれ、ジハードに立ち上がれっていう言い方するもんですから、なんか戦争をすることがジハードだっていう誤解が広がっていったんですが、本当は自分のこの宗教を守るっていう、そういう意味なんですね。そうですね。だから教えに忠実であろう、例えばこういう今日はねなんかサボりたいなっていう思いがあってもモスクに行ってお祈りをしようと一生懸命努力をすること、自分なりに努力をすること、これもジハードなんです。じゃあすごい身近なものなんですね。身近なものからそもそもジハードというのはあるんですね。例えば、自爆テロなんてあるでしょ。自分は自殺するってことは絶対許されないことなんですよ。人間の命というのは神様が作って与えられた命ですから、それを勝手にね自殺するってことは絶対許されないことなんですよ。ですから、自爆テロっていうのはね、自分たちはこれで聖なる戦いで死んだんだって思ってるわけですが、そうではなくてそれは自殺したってことになれば地獄に落ちることになるわけですよ。だから自爆テロをする人たちをイスラム教徒がみんな認めてるっていうわけではないんですよ。自爆テロは敬虔なイスラム教徒からすれば信じられない行為だと言います。さらに日本とは全く違うサウジアラビアの生活を見てみましょう。まずはスーパーマーケット。サウジアラビアはね、当然日本と違うことがいろいろありますよね。例えば時間もほら見てください、25時間営業1日は25時間。いや1日24時間ですよね。25時間なわけがないですよ。シャレなんですね。24時間営業じゃなくてもっと頑張りますよという意味の。2人は食料品売り場へ。
イスラム教で食べてはいけないものっていうのはご存知ですよね。それはあれですね、豚肉。はい。そうですよね。なぜ豚肉を食べてはいけないのか。はい。なぜ。はい。それは神様からの言葉、コーランにそう書いてあるからなんです。はい。コーランのね、第2章にですね、はい、彼があなた方に神様ですね、神様があなた方に食べることを、禁じられるものは死んだ肉、つまり見た時にもう死んでいる動物の肉、どんな病気で死んでるか分かんないでしょ、だからそんなものを食べたら病気になるかもしれないですよね。それから血、そして豚肉、それからアッラ以外の名で備えられたもの、だから他の神様に備えられたものなんてのは食べちゃダメですよと。ただ故意に違反せず、つまり知らなくて食べちゃったっていう場合は、あるいはノリを超えず必要に迫られた場合、つまりそれを食べないともう飢え死にしてしまうよというような状態になった時には罪にはならないよと。アッラは寛容にして慈悲深い方であられると書いてあるわけですね。でも分かってたら食べちゃいけないよ、というわけで、このスーパーマーケットには当然のことながら豚肉は売られていないというわけなんですが、さあじゃあどんなものが売られているのか、そこの肉売り場見てみましょうか。キャメルミートと書いてあります。キャメルってキャメルですよね。ラクダです。そうです。食べるんですよ。見た感じ普通ですけど、そうですよね。これがラクダなんですね。そうですね。いかにもアラブらしいでしょ。ラクダはサウジアラビアでは食用として一般的なお肉。ラクダ市場もあるんです。これハンバーガーなんですけどね、これ見てください。ハラルって書いてあるでしょ。何ですかこれは。ハラルっていうのは、例えば牛を、牛肉にするときにアッラの神様の名前を唱えながら決められた作法でこれを肉にするやり方があるんですよ。そのやり方の通りに作られた肉ですよ。だから安心して食べていいですよ。これはハラルと言います。木上さん、でもソーセージ普通に売ってますよ。売ってますね。ソーセージってやっぱ豚肉じゃないですか。私たちはそう思うでしょう。じゃあこれ見ましょうか。ほら、チキンフランクス。フランクフルトソーセージ風ですけど、チキンですね。飲んではいけないものもありますよね。飲んではいけないもの。あれですね、アルコール。コーランの中にお酒が飲んではいけないと書いてあるので、お酒は当然売ってないわけですよね。ジュースがあるんですが、ほらこれ見てくださいよ。でーんと目の前にお酒のコーナーがあるじゃないですか。ね、これみんなどう見てもビールですよね。ビールそのものがもうこんなに堂々と置いてあって大丈夫なんですか。見てください。これだからノンアルコールビールです。なるほど。お酒でも。お酒じゃないんです。アルコールが 0% ですから、ゼロですから。なぜイスラム教ではお酒を飲めないのか。お酒を飲んで酔っ払っちゃうと神様のことを忘れがちになる。それじゃいけないよと。お酒飲んで忘れたりしちゃいけないっていう。そう。そしてコーランの中に、良い行いをしていればね、やがて天国に行けると。で、天国にはではいくらでも美味しいお酒が飲めると書いてあります。続いて DVD ショップに入っていくと、これ見て。あれ？ほら、これラブシーンでしょ。ほら、シールが貼ってありますよ。これ見せちゃいけないんでしょ。これテープで隠してるんですか。そうですね。ほらこちらは、それからほらここはほら、女性の水着姿がほら塗って隠してます。そこからここほら女性が肌が見えてるところを全部隠してますね。ペンでこれ塗ってる。そう。ほら、これなんだと思います？これは特に花は出てないですもんね。十字架が隠れてる。他の宗教のものはダメってことですか？そうですね。キリスト教の十字はダメってのはこれでわかりますよ。いや、厳しいですね、思った以上に。作品によっては内容も一部削除しているそうです。続いてやってきたのはファストフード店が並ぶフードコート。
ここマクドナルドなんですが、ちょっとなんか気がつきません？あれなんか、真ん中で割れてますよね。分かれてますね。こっち側はレディースセクション、はい、そして右側はメンセクション、はい、男性と女性分かれてるんですよ。これ普通に一緒にこうやって来れないんですか？じゃないですね。この壁は仕切りなんですね。仕切りです。男性と女性は別々にと。初めて見ました。こんなど真ん中に看板が、みんなこう男性と女性に分かれてるでしょ。これがサウジアラビアなんですよ。びっくりです。そんなレストランはどうなのか行ってみましょう。はい。ここはレストランが並ぶリヤドの繁華街。通りに面したレストランを覗いてみると、お客さんは男性ばかり。実はここシングルセクションといって男性専用のスペース。女性の入り口は店の横にあるんです。ここはファミリーセクション、家族連れや女性が利用できるスペースになります。中が見えない。見えませんね。はい。すごいカーテンで覆われてる。ですから、サウジアラビアの人は結婚しているわけでもない、家族でもない男女が一緒にレストランで食事ということはできないんですね。外国人の男女はこのスペースを利用して一緒に食事をすることができます。こうやってね、こう周りを見てると、やっぱり家族でテーブルを囲んでますでしょ。多いですね。あちらは外国人の女性ですかね。で手前はね、きちんと守ってますね。もう、外とまるっきり同じ格好であれで食事するわけですから器用ですよね。そうですよね。こう布の下から食べるってことですね。やっぱりこういう食事で賑やかなところはどこの国も変わらないでしょ。いや全然なんかもっとなんか静かな感じかと思ったら、すごい楽しげで安心しました。なんか例えば学生同士でこう、男女混合でご飯食べたりとかしたい年頃ですけど、そういうのってそういうことはできないんですね。基本は宮ですから。決して男性に素顔を見せない女性たち。家の中ではどんな暮らしをしているんでしょうか。驚かないでくださいね。これがごく普通の家ですから。普通の家庭、普通の家のサイズです。お邪魔させていただくのはアブ・ホデアルさんのお宅。これ普通とかでお金持ちの家ですよね。サウジアラビアではごく普通の、取り立てでお金持ちというわけではないですね。ほら芝生があってプールがありますね。これ豪邸ですよ。それは日本で見ればもちろん豪邸ですけど、サウジアラビアではごく標準的です。石油の国っていうのだけあって、サウジアラビアの平均月収はおよそ35万円。石油の国にしては少なくも感じますが、税金がなく公立の病院、学校はお金がかかりません。さらに2世帯3世帯で暮らすことが多いので家も大きいのです。失礼します。では早速家の中に。こんにちは。こんにちは。家の中では黒いアバヤは着ていません。この日は親戚も含め7人の女性が集まってくれました。この国の暮らしについてどう思っているんでしょう。サウジアラビアで女性として生まれてよかったなと思うこと、よくなかった悪かったなと思うことって何ですか？嬉しいことはサウジアラビアにイスラム教の2つの聖地があることね。嫌なことは車が運転できない。そうそう、車が運転できないのは残念よね。あと外でアバヤを着なきゃいけないのが面倒かな。う。お見合いが一般的だというこの国の結婚観も気になるところ。お父さんとお母さんの出会いは
どのような形で結婚につながったんですか？私はお見合いで結婚しました。私の父が彼女の家族に会った時、すごく彼女を気に入って、ぜひ自分の息子と結婚してほしいと頼んだんです。それでお見合いをしました。奥さんの方もなんかお見合い結婚に抵抗とかはなかったですか？私はジェッタという町の出身で、その町からは出たくなかったの。だからこの人と結婚する気なんて全くなかったわ。でも家族がいい人だからって勧めるので会うことにしたの。きっと神様が彼と一緒になった方がいいというのならずっと一緒にいられるし、そうでなければ自然と別れることになるんだろうと思って一緒になったのよ。おいおい、私の顔と優しさも気に入っただろう。するとおじいさんが自分の出会いについても話してくれました。家族とエジプトに行った時、彼女の家族と出会って仲良くなりました。私の家族は彼女のことを気に入ったので、家族同士で結婚が決まりました。私は彼女のことをよく知らなかったので、愛情は結婚してから生まれたんです。ほとんど話したこともないような人とじゃあ結婚するってことなんですよね。そうですね。この若い女性たちに、要するに自分たちもその親と同じように見合いで結婚するのか、自分は好きな人を自分で見つけて結婚したいのか、どうでしょうかね。お見合い結婚は嫌です。誰かと出会って結婚したいです。家族に決められたくないです。この国はいとこ同士の結婚が多いけど、私は自分が好きになった人と結婚したいな。私はお見合い結婚がいいです。出会いは自分で決めるものじゃなくて、神様が選んでくれるものだから、それに従います。そういう考え方するんですね。いや、考えたことなかったですね。神様将来のことを考えてくれてるっていう前提でも、ああ、なるほど。リヤド市内で最も高いビル、キングダムセンター。ここにはね、男性が入れないところがあるんですよ。女性だけの場所ってことですか？そうなんです。だから私もこう見られないので、ぜひはるかさん入ってリポートしてください。はい、いや楽しみ。レディースキングダム、女性の王国と書いてあります。ここにはレディースオンリーって書いてありますね。この上の階、女性専用階なんですよ。はい。じゃあ、行けるんですね、私が。ぜひ行って。はい、ほら、はい、はい、じゃあ、いってらっしゃい。行ってきます。いってらっしゃい。普段全身のほとんどを隠している女性たち。女性だけになるとどうなるんでしょうか。というわけで、はるかさんは女性専用フロアに行ってしまいました。あ、ここですね。あ、なるほど。はい、ここが女性専用フロアですね。が、すりガラスになっていてですね。わかんないですね。なんとなく見えるようでいて見えない。不思議な空間ですね。ああ、手振ってますね。見えます見えます。はい。あそこでかろうじて。夜のショッピングセンター、今もうそろそろ夜9時になるんですけれども、こうやって見ますと女性が大勢買い物してるんですよね。サウジアラビアと言いますと、外から見るとこの男尊女卑で女性が非常にこう抑圧されているような、そんな印象を受けたりするんですが、実際にここへ来るとですね、女性たち相当な自由があるなと、かなりこう自由気ままにこう暮らすということもできるなと、そんな風に見えますね。あ、帰ってきました。はい、行ってきました。どうでしたか？いや、すごかったです。想像以上にみんな顔を出して、
その辺にオープンカフェとかいっぱいあるんですけど、お茶もしてるんですよ。普段隠してますけど、すごいおしゃれなんですよ。あとはもう派手な衣装がいっぱい。やっぱりそうなんだ。こんな胸元が入ってるような衣装が。胸元が入るんです。はるかさんによればヘアサロンなどもあり、顔を出した女性たちが楽しんでいたそうです。思った以上に、もしかしたら日本に負けないぐらいおしゃれですね。なるほどね。イスラム社会を知る上で重要な人物がいます。イスラム法学者でムフティと呼ばれるイスラム教徒の相談役です。ムハンマド・アル・アリフィさんはテレビにも出演する人気のムフティです。イスラム法というのは神の言葉を書いたコーランなどにのっとってどのように信者が行動すべきかということ、そういうルールのことをイスラム法というんですね。それについて大変詳しい方で、テレビで視聴者のさまざまな疑問に答えてらっしゃる大変人気のムフティさんです。この方に今からサウジアラビアの宗教についてお話を伺おうと思います。アッサラムアライクム。サウジアラビアというのは外から来るとですね、とっても厳格にイスラム教を守っているという印象があるんですが、どうしてなんでしょうか。サウジアラビアは最後の預言者ムハンマドが生まれた場所で、神様が選ばれた土地なんです。そして2つの聖地メッカとメディナがあり、世界中から多くのイスラム教信者が巡礼に来ます。だから我々はイスラムの代表にならなくてはいけないんです。イスラム教の国はサウジアラビアだけではありませんが、この国が中心となって正しい教えを守る必要があるんです。2001年9月のアメリカの同時多発テロ以降、イスラム教って怖い宗教だなとそういうイメージを持ってる人が結構いるんですよね。それについてはどう思いますか。イスラム教には神が与えたたくさんのルールがあります。でもそれは人間にとって当たり前のことばかりです。むやみに人を殺していいなんてことはなく、殺人は絶対に許されないことなのです。だから犯人はイスラム教徒ではないんです。つまり正しいイスラム教徒であれば同時多発テロなんてことは絶対に考えません。そもそも彼らはイスラム教徒ではないんです。イスラム教って一言で言うとどういう宗教なんでしょうか。世の中のために良いことをすれば神様はお喜びになります。私たちはそれを続け、死んだ後神様のもとに会いに行き、そこでパラダイスを与えてもらうんです。村上さん、女性は働けないんですか。そんなことないです。サウジアラビアでも結構働いてますよ。そう学校で働いてるんですか。そうです。女性の権利っていうのは変わってきてる、これがね、ようやく変わりつつあるんですね。ちょっとこちら見てください。これ去年のニュースなんですけれども、サウジアラビアで初地方選挙で女性の参政権を国王が認めたというニュースがあります。つまり地方選挙、これまで女性選挙権なかったんですよね。女性にも選挙権を認めましょう、つまり立候補する権利、投票する権利を認めましょうということになりました。ただし、いわゆる国会という組織がないんですよ。実はですね、これ諮問評議会って言って、それぞれの各界の代表者が王様から何かどうしたらいいかねって相談を受けた時に、こうしたらどうでしょうかとアドバイスをする機関というのがあるだけで、いわゆる国民がみんなで選挙をして国会議員を選ぶって仕組みはないんですね。議会がないんですか。議会がないんですね。地方議会はあるんですよ。地方はその地方議会に女性の参政権をこれから認めましょうということになっていまして、将来的にはその国王の助言機関である諮問評議会にも女性を任命しようと言っているということです。大きな一歩ですよね。そうですね。変わりつつあるということですね。